なんか画面がバグってるので、ちょっとだけお待ちください。よいしょ。あれれ。画面がバグっているぞー。お、これで OK そうだ。よいしょ。はい。よし。ちょっと開始ね、遅れちゃいましたが、今週も22時定例ボニープレイ配信を始めていきます。よろしくお願いします。ということで、はい、今日はね、タイトルにもある通り、イベント最終日なんでね、ピラミッド攻略を、しながら配信していこうかなと思いますということで、早速ね、レベル3なんですけど、ピラミッド行ってます。はい、ね、まずまず多分ね、皆さんね、気になってる多分スケジュールの話のところをね、先にしていこうかなって思います。あ、ちなみに、今週もね、遅延というか、ぐるぐるを防ぐために少しだけね、遅延を入れながらやってますということで、多分ね、私の配信、リアルタイムの配信とコメント2分ぐらいラグがあると思うので、はい、もしかしたらね、ちょっと遅れての反応になっちゃうかもしれませんが、ご了承くださいということで。あ、カムイさん、こんじゃるは、吉田井さん、こんじゃるは、コメントありがとうございます。ひかさんもこんじゃるは、長谷川さんもこんばんは、ありがとうございます、コメント。はい、ということでね、今日ね、もうまさかのピラミッド最終日ということで、あきゅうまるさん、こんじゃるは、コメントありがとうございます。いやー、久しぶりに来ましたね。1週間もに満たない5日間イベント。大体ね、長期イベントって11日間あるんですけれども、某 H さん、こんじゃるは、コメントありがとうございます。今回はね、日程調整でしょうね、スケジュール調整のためだと思うんですけれども、5日間っていうね、短期間イベントになりましたね。はい、ということでね、ピラミッド勢は5日間で5億を達成しなきゃいけないっていうね、なかなか大変な、日程でしたね。しかも SVS シーズンなので、ね、SVS の合間に頑張らないと結構きついみたいなね、ところだったと思います。ーにさん、こんじゃるは、コメントありがとうございます。はい、私も、SVS 期間だったんですけど、SVS 中にピラミッドをやることに対して私は結構肯定的で、もちろんね、ピラミッドを理解してる必要があるんですけど、はい、昔もちょっとね、話をしたんで、なんか画面出しっぱなしだからちょっと一回やめよう。ほい。明太子さんこんばんは。はい、見に来てくださってる方はね、もしかしたら、よくご存知かもしれないんですけど、ピラミッドって、T1 の兵士を10万ですね。もう、考えるのが面倒なんで、T1 兵士10万。もうこのね、セット入れれば、必ずレベル5まで全部取り切れます。はい。だからもう私、この期間は行軍でセットしてるんですよ。T1 兵士。T1 のね、投石兵10万っていう、もう、行軍をセットしてて、で、将軍は必ずつけない。はい、SVS 中にも出したりするんでね、将軍死ぬと悲しい思いするんで。っていう、もうこの T1 の10万を入れておけば、確実に、ポイントは回収できますと。で、10万ポイントの、10万ポイント、攻撃食らったとしても、あの10万の T1 兵士死んでも、相手に10万ポイントしか与えないんですよ。しっかりバブルしてたら、アレスの銅像、ピラミッド探してると、アレス見つけるんですよね。だから、アレス見つけたら、トントンになってるんですよね。だから、アレス複数見つけたり、妖精をね、ちゃんと飼っていれば、別にピラミッドやってたところで、てか、ピラミッドやってる時って、大体皆さんね、アクティブだと思うんですよね。赤い興奮ついたらすぐこの戻るボタンを押せばいいだけなので、なんか、そうそう死なないんですよね。かつ、その敵がここ来てるよっていうのを、AC とかね、WC で、共有すれば、なんていうか、敵のホイホイに
なるので、SBS 中のね、ピラミッドは、私は結構ね、肯定派で。はい、高作さん、コメントが消えてしまってる。ねごりさん、お疲れ様です。富山さん、コンジャルは、コメントありがとうございます。はい。てなわけでね、私、SBS 期間中も、頑張りました。てかね、SBS 中が多分一番稼げて、なんとかね、トレジャーハント、5日間という短い期間だったんですけど、5億ポイントはとりあえず達成しましたね。スコアリアード、5億ポイントまで取り切りましたと。まあ、やっぱりね、レベル5をどれだけ取れるかのゲームになってるので、レベル5ね、SBS 期間中ってやっぱりそんなにね、なかなかピラミッドやれないと思うんで、ね、普通に攻撃されたら困るし、やれないと思うんで、その期間はね、レベル5が比較的取りやすかったので、なんとかね、SBS 期間中に5億を達成したっていうような状況になってますと。ちなみにね、ここね、ピラミッド攻略中に敵に攻撃されると、部隊死んじゃうじゃないですか。ポイント0点です。はい。いくらもう、もう、ほぼ終わりまで回収してたのにってなっちゃうんで、ほんとね、SBS 中にピラミッドやるときはもう戻るがね、すぐ押せるような状況だとか、必ず、ね、目を離さないようにね、していただくのがいいですね。もしくはもう離れるときにはもう諦める。もう戻る。はい、もうね、途中まで取ってもったいないなって思うかもしれないんですけど、ね、回数が決まって20回しか入れないからね、ちょっともったいない気もするんですけど、死んでゼロになるよりはマシなので、はい。あとね、私的におすすめなのは、仲良いお友達とかがいるんだったら、レベル3はやめといた方がいいんですけど、レベル4とかレベル5とかね、2人とかで入って、通常はね、NG なんですけど、SBS 期間中だったら、回収が早くなるんで、2倍早くなるんでね、それで、終わらせるっていうのがね、早く終わることに利があるタイミング、SBS 中だけなので、ちょっとね、おすすめですね。コウメさん、コメントありがとうございます、コンジャルは。はい、ということで、トレジャーハントね、私はもうすでに実は、5億達成してますと。ただ一応ね、ランキングが上位なので、ちょっと頑張るかって少しやってるんですけど、もうなんかすでにね、心折れてますね。はい、このアティークさんとかアラヤさんとか、昨日1日で5億以上稼いでるんですよ。やばいですよね。はい。この方たちね、5億いってなかったはずなんだよな、昨日の時点で。私、昨日もうなんか10時前ぐらいかな、なんか4時間以上ピラミッドを張り付いて PC 版ですごい、見てたんですよ。こんな感じで、PC 版だとすごく広く索敵ができるんで、比較的見つけやすいんですけれども、ピラミッドね、4時間以上張り付いたけど、もうレベル5は攻略中のものしか見つけられなくて、昨日もね、レベル3とレベル4にしか入れなかったんですよね。もうすごく、残念な思いになってました。はい。昨日今日でポイントめっちゃ伸ばしてた方たちが昨日入ってたんだなーって思うんですけど、はい、ちょっとね、全然昨日ポイント伸ばせなくて、もうなんかもういいかなってなりつつあるんですけど、まあね、最低レベル3以上にね、今日も入って終わりにしようかなと思っている感じでございますと。はい。ということでね、今3位なんですけれども、なんていうか、このね、ポイントが、5億で OK なわけじゃないですか。5億をもう明らかに超えてきてるこの597M、これより上の方たちはもう10位狙う気がある人たちだから、この方たちがね、きっとライバルになりますと。で、どれほど伸ばすかなんですけど、私今日ね、すでに、もう半分使ってるんですよね。半分使って全然ポイント伸ばしてないっていうか、今日レベル3しかレベル3、レベル4 1個と残りレベル3っていうね、残念なありさまなので、ちょっとね、5位以上無理かもなっていうのを思いつつ、でもね、寝る前しかやれないんで、ち
ちょっとね、最近、ずっと出社してるので、業務中にピラミッドやるのめちゃくちゃ困難で、月曜日とかね、昼休み中に入りたかったんですけど、1個しか見つけられなくて、回数1回余らせたままずっと会議しててリセットになっちゃうとかいうね、残念なことになってて、っていうのがあるので、もうね、寝る前にもう20回使い切るしかないんですよね。っていうので、これもう配信中にピラミッドやらないと絶対無理だわってなったので、はい、今日はね、もうひたすらマップをスクロールする配信でございます。富山さん、短期決戦はありがたいような、ありがたくないような。まあそうですね。悩ましくて、ランキングを狙うなら短期決戦の方が嬉しいと思います。ピラミッド期間中しんどいんで。でも、5億で終わらせるんだったら、短期決戦って、なんていうか、他の人にレベル5とかがめられて、すごくテンションが下がる期間でもあるので、悩ましいですよね。はい、超ピラミッドガチ勢1位目指すぜっていう方は、短期決戦の方がね、集中して頑張れるんでいいかなと思いますが、私はね、ピラミッド期間はもう速攻で5億を終わらせて、あとはもうゆっくり遺跡で過ごすっていうのが好みです。はい。今回はね、たまたま上位なんでもうちょい頑張るかなと思うけれど、ピラミッドもね、なんか、もう5億達成してるのに、レベル5とかレベル4をあんまり取るのも、なんかテンションが下がるんですよ。もうなんか AC でこう、共有して終わらせることが、通常期間はね、それが多いんですけど、でもこういう短期決戦でランキング狙うと、やっぱ自分で入りたくなっちゃうじゃないですか。ねえ、味方を上げれるところを自分がランキングのために入るってやらざるを得なくて、ねえ、なんか、まあもちろんね、ランキングが重要なので、ね、リワードが欲しいから、リワードガチ勢なんでね、仕方ないんですけれども、これがバーブだったら一切悩まない、満足最高って思いますね。母さん、サーバー教えてくれたら探します。いやいや、いいです、いいです、大丈夫です、大丈夫です。あの、あの、気長に、気長にプレイするんで大丈夫でございます。はい、なんか、そうだ、これ盗賊、なんか渡すの遅れちゃって、なんか適当に送っとこう。アーティスさんこんばんは、コメントありがとうございます。エネゴリさん、翼の道は千里なり。遠い、遠い。本当ですよ。はい、ということで、そろそろね、レベル3のピラミッドが終わるので、ちょっといろいろ見て、もうレベル3以上だったら入ろうかなと。まあ、せっかくね、ある20個の枠をね、使わないで終わるのはさすがにもったいないので、まあ、レベル3のね、上振れを期待して乗りたいなという感じですね。ちなみに、私はまだ咳がなんかずっと出続けているので、ちょいちょいね、ミュートしたり、水を飲みながら、配信をしています。はい、で、そうだ、途中で今ピラミッドの話になっちゃったんですけど、まあ、この5日間になった件ですね。私が覚えている限りは、この1年で少なくとも1回、最低1回確かあったんですよね。この超短期。で、この時もね、ピラミッドだったんですよ、確か。ピラミッド5日間なのに5億ひどいよって、同盟の人になんか、愚痴った覚えがあるので、で、さらにですね、イベントの隙間の、金曜日の長期イベント開始って固定なので、いつも3日間のところが2日になるんですよね。だから、今右上にちょっと出したんですけど、宝探しイベントとか、あとはね、なんだっけ、3万人回復しろとか、スタミナ何千使いとか、あの辺はね、なんとかなるんですけど、人によっては資源の生産 150M だっけかな
要求されるクエストが、きつかったりすると思うんですよね。だからそういうのがね、ちょっと危険かもしれないんで、もしね、資源の生産クエストがやばそうだなっていう方は、12時間ストックできるんで、朝起きて回収したら、もうリセットまで回収しない。鉄鋼にはね、もう絶対触らないっていうのをね、気をつけていただけるといいかなと思います。富山さん、今回はバイキング同盟チャレンジにならない感じですか？いえ、バイキング同盟チャレンジあるんですよ。今日も11時にあるはずなので、その頃には戻ろうかなと思っていて、なので、ピラミッドをね、1回10時半ぐらいまでが、入れるタイミングで、それ以降は1回、ハイブに戻って、バイキングチャレンジ終わったらまたピラミッドするみたいなね、そんな感じで考えてます。で、多分人によってはね、ハイブから、なんだろう、めっちゃダッシュとかかけてやると思うんですけど、私、行軍加速は、なるべくね、取っときたくて、基本ワープ専門でやってます。ティッシュさん、サーバーの大手プレイヤーが昨日突然もうこのタワーごとに参加しませんとか言って、自分の白目を$1500とかにしたんです。白って売れるんですか？はい、ですね、非常にグレーなことを回答しますが、基本的にはね、番対象だと思いますが、リアルマネートレードは横行してると思います。はい、うちのサーバーでもね、強い人がアカウントを売って中身の人変わってたっていうのをね、よく何件かそういう事例を知っているので、はい、どういうアカウントの作り方をしたかですよね。そのステアカでアカウント連携しておいて、そのアカウントを、渡すと。ただね、やっぱ金銭が関連するのでトラブルになったり、あとはなんかそう、明確に規約でね、そういうの NG ですよって書かれてるはずなので、バンで消えたりする可能性があるリスクがあるかなとは思いますので、推奨はもちろんしないんですけれども、できるできないだと多分できると思います。はい、私はよく分かってないですが、はい、触らぬ神にたたりなしだと思って、基本的にはね、関与しない方向でいますが、残念ながら、そういったね、ことがね、起こり得ますという感じですかね。岸さん、マジですか？なんか寂しいですね。はい、いや、そうですね。いや、もちろんね、すごい頑張ったアカウントがもったいないから、誰かに譲渡したい、お金が発生せずね、譲渡したっていう話とか、例えば、夫婦でプレイをしていて、とかね、なんかそういった話も聞いたりとかするので、なんかね、線引きは難しいかなとも思いますけれども、はい、やっぱり仲良かった方がね、それで引退とかしちゃうとね、寂しいなって思うところはありますよね。富山さん、聞く話ですよね。そう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 。はい、私なんかね、めんどくさがりなんで、2つもアカウントやるの大変だなっていつも思って聞いてますが。ただ、エボニーって、なんというか、人の技術が結構必要じゃないですか。特にね、戦争とかって、相性だとか、レイヤーの知識だとか、将軍の育て方、スキルの組み方とか、あとは行軍の、出し入れとか、相手の行軍のパターンを見極めて、次これ来るからって読んで、ね、やったり、ポートスワップだったり、スピードレインだったりっていう、なんかいろいろそのテクニックとか技量が求められるんで、なんていうか、その、一般ピーポーにモンスターマシンは乗りこなせるのか問題があるなって私はずっと思っているので、はい、なかなかね、強い人が二刀流になるならいいんですけど、あんまり、なんていうか、技量が足らない人がめっちゃ強いのを、アカウントを買って、盛大にポイントを、ネガティブスコア叩き出すっていう話もね、聞いたりするんで、難しいゲームだなって気がしてますね。
大石さん、買う側の気持ちがわからんです。自分から集めるのが楽しいんじゃないかって思う。ねごりさん、今日ツイートで750ドル買ったっていうのが流れてましたね。はい。まあなんかね、人によっていろいろだと思うんですよ。なので、まあなんか、一概にね、よしあしは言いづらいなっていう感じはありますが、そうですね、私もどちらかというと、自分でゴリゴリ育てるのが好きなタイプなので、はい。まあ、ただね、別にエボニーに限った話じゃないかなと思います。私が昔やってた戦争ゲームも、やっぱり強いアカウントを買うっていう話はやっぱり結構あったので、なんていうか、エボニーはね、年齢層が高いんであれですけど、年齢層が若いゲームとかはね、オレツ A をしたいっていうのが、おい来た。よいしょ。はい、大体ね、どの辺にレベル5が出るかは分かってるので、よし、15分で見つけたぞ。わーい。今日はレベル5、1個攻めて入るかな、ラッキー。はい、まあ、その辺の話はね、ちょっとセンシティブな感じなので、なんとも言いづらいですが、はい、学生さんだと俺ツエしたくてっていうのをね、聞いたりとかしたり、逆にね、買って後悔したっていう話も聞いたりもするし、まあ、なんとも言えないんですよね。はい。まあ、私の場合はね、もうこんなに、公開してプレイしてるので、課金したり、サブアカ作ったりしたらね、もう即バレると思うんで、ちゃんと、ね、概要欄に書いてある通り、無課金と、サブアカなしでね、貫いてやっていこうと思っています。はい。そうだ、私そうだ、ついね、先週止めたんだ、そうだ。なんだっけな、先週、先週か先々週に同盟の人が、もうなんか生産が辛いから農場アカウントを買いたいとか言ってて、で、売ろうかっていう会話をね、してるのがね、AC かな、WC だかな、忘れたんですけど、なんかそういう会話が繰り広げられてて、そんな生産きついのって見たら、その人の生産、バフはいいんですけど、あのそもそも生産施設のレベルも低いし、弊社が5個とかあったんですよ。いやもうそれで生産きついのは当たり前だよねっていうので、生産のバフをとか、施設をレベルアップするとか、まず先にそっちやらないと、結局、仮に農場アカウントをゲットしても、多分、まだレベル33で辛いって言ってたら、多分36とかもいけなくなっちゃうから、今自分の施設を改善することが優先じゃないっていう会話をした覚えがあります。海外の人なんですけどね。はい。なんかそういえばそんなことがありました。あ、やばい。倒してくれてない。まずい。あと、ログインしてそうな人は誰だ？こういう時はね、ラリーに乗ってる人をね、探すといいですね。はいはいはい。よく。あ、違う。倒してくれた。わーい、やった。ほいほい、孔明さん。うちは日本人同盟で結構長いから毎日世間話とかしながら中身が変わるとですね。まあそう、なんかね、そういうのがあったりするんで、ね、寂しくなっちゃうんで、ね、まあやめるならやめるでスパッとやめてもらった方があれかもしれないですが。ピッシュさん、続けてすいません。先週のサーバー戦争でルール知らなそうな人の城や農業を燃やしたんですが、すごい罪悪感出てきました。燃やしておいてあれですか？そこはね、しょうがないと思います。ですね、サーバー戦争はまだ優しいと思います。キルイベントと違って、まあ、もちろんね、命の源がなきゃいけないじゃんですけど、命の源さえあれば復活ができるので、というのと、農場アカウントっていうことは、まだそんなに戦力が高くないと思うんですよね。転んでも、なんていうか、復活がしやすい。正直、まあ、
まあね、その人のレベルとかによってね、違うとは思うんですけど、もう 100M 以下だったら結構挽回効くじゃないですか。でもなんか 2B とかの人が枯渇なくなると、もうなんていうか再起不能に近かったりするじゃないですか。その意味では弱ってる時に弱ってる時っていうかそんな強くない時にちゃんと転んでおく。だから転ばせた側になるんですけど、あ、やっぱりバブルしないと死ぬんだなって分かってもらった方が良かったんじゃないかなと思うしかないかなって思います。でちなみに私は戦争中はガンガン攻撃するんで全く気にしてないです。はい、残念ながら戦争ゲームなのでもちろん私がねぬるいプレイングをしたら攻撃してもらうべきだし、はい、そこはねもう致し方ないかなって感じがしますかね。ねごりさん、王になると SVS のリワードの配分やタイトル割り振りなかなか大変です。今 SBS のスコアロスと電卓叩いて計算してます。はい、なんていうか、ちゃんとね、ネットポイントがポジティブになった人に配りたいからそうなりますよね。私も、毎週 SVS の結果記録してるんですけど、大変ですよね、作業。それをまともにやろうとすると、結局同盟内の ID のリストを作って、名前とかでちゃんと照合ができるようにして、プラスマイナスすぐに計算できるようにね、Excel をね、作っちゃうのがね、楽だと思います。おすすめなのは、画像でスクショを撮って、Google ドライブにアップロードして、Google ドライブで Google ドキュメントとして開くと、OCR っていうその画像解析、画像を認識して、文字列にしてくれるんですよね。だから、順位を、文字で、コピペできるようになるんで、そういったね、いろんなテクをね、駆使すると、あの、少しだけ、少しだけ作業が緩和されます。まあ、私みたいにね、2週間ごとにつけてる変態じゃなければ、一発なんで、頑張って、Excel に打ち込んだ方が早い気もします。のいのいさん、こんばんは。初コメありがとうございます。私は仲良くなった友達2人からアカウントを無料で移り受けました。それも大変だ。一つは自分よりもずっとレベルが高くて課金もしていたアカウントで、もう一つはピラミッド上位常連アカウントでした。そのため周りからの嫉妬があったりして、うかつにもらうものではないなと感じます。でも何かと役に立ってます。悩ましいですね。そうそうそう、そういうパターンとかもあって、なんていうか、例えばね、そのお友達もなんか今忙しいからやれないけどって言って復活してくれるかもしれないじゃないですか。なんかね、そういうのがあったりするとね、こんなに手塩にかけて育てたやつをやっぱね、捨てちゃうのはもったいないから仲いい人に譲りたいとか、いつか帰ってくることも考えてとかあったりするからね、もうなんか、なんともね、その悪って断じることがね、しづらいからね、非常に厄介な話ですね。はい、めっちゃスイカ出る。はい、悩ましいと思います。富山さん、しかし戦争ゲームなのでどっかの砂漠の虎が言ってましたが、最初は罪悪感あるけど慣れちまったで終わる。そう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 。私は、別の戦争ゲーム上がりなんで、はい、そこはね、もうきっちりオンオフ切り替えてプレイする感じな気がします。ねごりさん、ありがとうございます。ただもう王になることはないで素早く翼取らねばいやー、翼より先に王、いいですね。てか俺レベル5で終わりかな。なんか近くにレベル3あれば入っておきたいなと思ったけど、パッと見、あんまりこれ以上遠くなると、行軍加速とか、はい、来たー。はい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 。大
大丈夫か？行軍かぶってないか？ OK。わーい、レベル5、2つ目。はい、ピラミッドね、レベル5が出やすい場所って、ほぼほぼ決まっているんですよ。私が今ね、見ていたような範囲とか、あとね、この東側のゾーン、北もちょっと、あとはね、社の近くとかがね、比較的出やすいです。で、社の近くは、ポイントがね、あんま高くないことが多いので、ちょっと浮いてるね、この辺とかで見つけるのが一番、美味しかったりするんですけど、はい、今日はね、今日は調子がいいですね。レベル5一気に2つ見つかった場合、これで、回収が終わったら、ハイブに戻ろうかなって思います。もうカメちゃんなのよ。今回のね、SVS 負けちゃったんで、あんまり使いたくないけど、ちょっと扱うか。25分だもんな。リスさん、今日もくるくる結構来ますね。マジかー。いや、ほんと申し訳ない。なんでなんだろうな。はい、ちょっとね、くるくるしちゃって、ごめんなさい。遅延だけじゃダメなのかな。なかなかね、いろんな人がくるくるするって言ってるんだけど、なんかあんまり症状がよくわからなくて、少なくともツールのアップデートをもう一回ちょっとやった方がいいかな。富山さん、うちのサーバーで亡くなった方のアカウントを無料で譲り受けた方がいました。おー。そういうパターンもやっぱありますね。リスさん、さっきせっかく読んでもらったですが、ほとんど吹き飛ばしてしまいました。すいません。どこのやつだろう。はい、農場アカウントを燃やしちゃって罪悪感のやつは、罪悪感感じる必要がないと思います。はい、農場アカウントなら特に、あんま気にする必要がない。誰かのサブアカとかで農場をやってるんだったらね、バブルしてない方がちょっとおかしいですし、そうじゃなくて、あんまり分かってない方とかだとしたら、かわいそうかもしれないけど、ね、下手に白レベルとか戦力が上がる前に、一回転んでおいた方が、学ぶというか、はい、私も何回もね、ゼロにされて、学んできてるので、転ばないとなかなか人間学ばないので、はい、仕方ないと思いますと思うのがいいと思いますっていうコメントを昨年してた気がします。稲森さん、やる気のある人に先に王を回してくれるという海外のプレイヤーが強いサーバーにしてはいいサーバーかなと思ってます。素晴らしいですね。アクティブだからってことですね。多分、なんというか、ある一定のルールがあって、順番待ちの Q がなくなったからってことですかね。素晴らしいですね。いいな、いいな。ドラゴンアンロックできる感じですね。王になると、でも文化遺産。この辺のね、やつが後々アンロックできるような感じかな。遺言だったそうです。すごい。月見さん、こんじゃろうです。お疲れ様です。コメントありがとうございます。今ね、ピラミッドが、レベル5、2つ入ることができたんで、ちょっとここらで1回、これが終わったら、ハイブに戻って、バイキングチャレンジに勤しもうと思ってます。はい、これ以上ちょっと手を伸ばすことは、いや、レベル3ぐらいは入っておきたいな。もう、寝る前に可能な限り入っておきたいんだよな。そう、水曜日はね、朝早いんですよ、出社が。朝早いって言っても、徒歩通勤勢なんで、結構ギリギリまで寝てるんですけれども、徒歩通勤ということは、通勤中、電車とかないんで、エボにできないんですよね。嘘です。信号待ちとかでラリーに参加したりします。でもね、ピラミッドはやっぱ探せないんで、やっぱね、出社も、ね、寝る前までがね、ピラミッド勝負なんですよ、私的には。はい。でね、大体ね、朝起きたり、もう、リセット前には抜かれてるっていうのがね、いつものパターンで。いや、今回な、順位、5位以上に入れるといいんだけどな。
井上さん、一人は飽きたから、もう一人は家族と過ごす時間を増やしたいという理由で、二人とももう野良いと宣言しちゃうみたいな。あ、そうなんだ。現在、そのアカウントは友達と共有しています。その友達は PVP 上位常連で、レベルの高いアカウントの方は彼が翼を獲得してくれました。おー、すげえ。いや、乗りこなせる人がね、持つとやっぱ強いでしょうね。いや、家族との時間の話はね、うちのサーバーでも引退してた方言ってましたね。やっぱね、特に戦争ゲームとかね、張り付きとかになっちゃうと、ね、なかなかね、時間をね、占有しちゃうから厳しいですよね。はい、エボニーはね、もう本当に、ま、戦争とかをやる方は特に張り付きコンテンツに、ね、なっちゃいますよね。なかなか。そう、これ以外のゲーム、私、昔ドラクエウォークもやってたんですけど、ドラクエウォークもやらなくなっちゃったからな。ドラクエウォークしてる間にラリーに参加したいなってなって、ドラクエウォークやらなくなっちゃって、歩かなくなっちゃったんだよな。はい、その点ね、ポケモンスリープは、エボにやってるか、ポケモンスリープで計測してるかのね、どっちかなんでね、ポケモンスリープは非常に、合ってますね。はい、私のスマホは常にゲームを起動してますね。ティッシュさん、まあ自分も始めた頃、城を燃やされたんですが、しばらくして彼らの城が放置されているのを見て、それはそれで悲しかったです。私もそれあります。私を攻撃してきた人に、いつかやり返せたらいいなと思ったらね、やめてるパターンってね、ありますよね。はい。なかなかね、続けるのも大変やからな、なかなか。明太子さん、バイキングチャレンジが火曜日にできるのは良いですね。うちは水曜、暇になるからと溜め込んでる人が多いので、火曜だと、アイスブレイカーぐらいしかできます。そういうことですね。私は、この王の対決で、モンスターハントが、来るまでやらないので、月曜に来るか火曜に来るかがない限りは、水曜日にバイキングやる派なので、その組になっちゃいますね。はい、今、ハードでレベル1になってます。ただね、そうなんですよ。うちのサーバーはね、結構やってるので、もう、グランドチーフまで行けますね。バイキングの王も、あと一人で行くわ。すごい。バイキングの王って私、先週参加できなかったんだよな、確か。バイキングの技量じゃないや。実績。バイキングの王。バイキングの王、私倒したことない気がする。あれなかったっけ。ほら、バイキング王のハンター。40分の0。悲しい。確か先週クリアしてた気がするんだよな。今回は参加できるといいな。月見さん、うちのサーバーでは休止した5時間前まで普通にチャット欄で話して方がいて、皆さんのショックが強く、城を保護してもらえるように名士が上に掛け合って、今ずっとバブルかかってます。そんなことできるんですね。すげえ。優しい。優しい世界にも程がある。てか交通事故とかですかね。それは悲しすぎる。運営そんなことしてるんだ。でも、それ合併したら、サーバー合併したらさすがに維持してくれなそうだ。いやー、そういうのはちょっと悲しいですね。なんかね、ずっとやってるとね、いろんな人と仲良くなるゲームなんで、ね、ちょっと、出会いや別れはちょっと辛い感じがありますね。そうだ、そうだ。ピラミッドの話、これしようと思ってたの忘れてました。なんだっけな。はい、ピラミッドの、レベル5ですね。研究を、
上げたことで、ピラミッドレベル5のね、報酬が、前よりちょっと増えまして、結構ね、この、アヌビスなしでも 31.9M とかね、結構、20M 以上ね、取れることが増えて、やったーって思っていたんですよ。はい。アヌビスが出なくてもね、コフィンが出てくれれば。はい。これね、12.1M 叩き出しましたね。ノーアヌビス、ノーコフィン。はい。死んでますね。ノーライフです、これ。はい。ノーアヌビス、ノーコフィンだと、いくら、いっぱいアイテムを出そうが 12.1M しか取れないということで、こういうね、ほんと外れのレベル5、マジでどうにかしてほしいよな。マジで。これがピラミッド嫌になるポイントなんだよな。はい、ね、レベル35、K35 を急いでた理由の一つがね、この上級不思議な遺跡探検。そう、これをね、やりたかったんですよね。これをやると、ピラミッドで出てくるアイテムが増えるんで、そう、これをね、20にしたんですよ。で、あ、今回のピラミッド結構ポイントが、安定して高いやーって思っていたんですけど、やっちまいましたね、ノーコフィン。これね、ほんとひどい。ほんとひどい。まあ、前の時はね、レベル5のピラミッドでも普通に1桁とかあったので、まあ、それに比べたらね、もう2桁だけマシかと思うしかないんですけれどもねえ、だから今やってるね、レベル52つですけど、それね、どうなるかね、ちょっと、本当に。ここでね、50、50とか出てくれるとマジで、助かるんですけど、はい。レベル5以上で終われるかどうか。いや、これ無理だなこれね、APTX さんとかね、マジ、1日で5億とか伸ばしてくるからね。このレイさんもそうですね、1日で5億ぐらい伸ばしてくるね。うん、これ厳しそうな感じがしてるね。さあ、どうなるか。ノイノイさん、様々な事情でゲームをやめたりアカウントを譲る方がいるんですね。皆さん健康に気をつけて元気に過ごしてほしいです。そうですね。あの楽しいゲームですが、熱中しすぎてね、ちょっと生活を崩さないように、はい。前のね、戦争ゲームもすごい本当に張り付きゲームだったんですけど、はい、ゲームやってて離婚したっていうね、笑うに笑えない話が、あったりとかしたんでね、本当に、あの、自分の生活をね、大事に、健康を大事にしていただきたいところですね。その点ね、私はね、今回のサーバー戦争はね、友達と麻雀の予定があったり、子供の運動会があったりとかね、リアルで忙しかったのもあってね、SBS ガンスルーだったのでね、はい、リアルも大事ですという感じです。カムイさん、うちのサーバーにも同じ理由で永久バブルのお城があります。永久バブルなんてできるの本当にすごいな。優しい。まあでもね、なんか、間違ってこういう人がするよりね、その永久バブルでしておいて、思い出としてね、残させてくれた方が、思い出すことができるんでいいですよね。アカウントとか消えちゃったりとかしたりする場合もあるんで、それに比べたら確かに、すごいな。掛け合ってそういうことができるんだ。それは覚えておこう。ちなみに、私が多分、ゲームなんでね、いつかもしかしたらその卒業するかもしれないんですけど、多分、急にね、いなくなったり辞めたりっていうのは多分なくて、どっかしらで報告はすると思いますと。ということで、本当に急にいなくなったら多分ね、死んでますね。はい。私、血圧が高くて、ちょっとよろしくないんですけど、まあ、そのくせにラーメンいっぱい食べるんですけど、はい。高血圧でね、死んでる可能性があります。はい。でも、生きてる限りは配信するんで、きっと大丈夫でしょう。よし、あと1分。
さあ、どれだけポイントがもらえるかな。本当ならね、こういう待ってる間にも、資源採集とかをね、した方がいいかなと思いつつ、ちょっと今配信中だから、いっかってサボってますね。いや、そういえば、右上に画像出しっぱなしだった。まあ、大した画像、大した画面表示してないんでいいか。で、今週のイベントの話するの忘れてた。なんで5日間だったかの、考察なんですけども、今ちょうど、同意視聴者数が一番多いからちょうどいいや。ですね、去年と多分同じ感じにしたんだと思います。っていうのは何かっていうと、7周年イベントですね。多分12月1日から7周年イベントが始まると思います。で、12月1日が金曜日なんですよ。で、せっかくのね、12月1日金曜日にもかかわらず、これまでのイベントのその周期だと、イベントの途中になっちゃうスケジュール感だったんですよね。でも今回、1週間ずらしたことで、12月1日から新しいイベントが始まるんですよ。今週の金曜日に長期イベントが始まって、11月17日に始まって、11月28日に終わって、また12月1日から長期イベントが始まる。このタイミングで7周年イベントが来ると思います。ということで、7周年イベントに合わせて、今回、このイベントのね、ずらすっていうのが起こったんだろうなって思っています。はい。去年もね、12月1日から6周年イベント確か始まってたと思うので、で、去年もそれに合わせたタイミングでこの短いピラミッド期間があった覚えなので、これは本当に運営が狙って周年イベントに合わせた調整をしてきたんだなという感じですかね。スキーさんジャルさん、ジャル家のために長生きしてください。気をつけます。ラーメンほどほどに今日も食べちゃいましたけど、はい、今週はこれだけにしとこうと思います。ねごりさん、配信頻度上げてくれたら嬉しいです。いやー、配信頻度、なかなか、雑談ばっかになっちゃうんですよね、多分。まあ別にそれでもいいのかもしれないんですけど、はい、なんか、これ話そうみたいなのをあんまり頻度上げるとネタ切れになっちゃうからな。まあ今も別に大してネタないんですけれども。たまにね、週末とかもやってもいいかなと思ったりもするんですけど、BOC とか BOG のタイミングとかね、配信するの面白いかもなってのはね、ちょっと思ってたりするんで、ね、いずれそういうのもやりたいですよね。アニさん、私も配信見ながらピラミッドしていました。レベル4ピラミッドで 4.2M ひどい。いやーもう、ね、もう、怒っちゃいますよね。本当に。すごい頑張って探して、レベル4だってね、なかなか見つかんないですよね。すごく頑張って探したにもかかわらず、全然ポイントもらえないってひどすぎるよな。ねごりさん、7周年。いやー、それなんか縁起がいい感じがしますね、トリプルセブン。お、レベル3はーい。これはね、ブックマークをしておいて、後でね、戻ってこようかなと。あ、さあ、レベル5、いくつだった？頼む頼む !22.6M、まあ、アヌビス。ワンアヌビスノーコフィン。はい。まあ。こんなもんだよな。はい。ノーコフィンとかあんのひどくない？マジ？話。まあ、いいです。もう、アニさんのレベル4、4.2M って言ってね、見たところでね、そんな贅沢なこと言えませんよ。レベル5をね、引けただけでおのちでございます。
さてさて。そう今のうちにね、戻るまでの間にレベル3とかレベル4はね、多分すぐ取られちゃうからあれなんですけど、レベル3だけでもね、見つけておきたくて。レベル3はね、ブックマークしておいて、もう本当に無理だわって時にね、取りに行くんで。でも、なかなか見当たらない。まあ 22M だから、まあ 800M は超えるかな。何の話でしたっけ？そう、7周年イベント。7周年イベントか、今週末のイベントからか、どっかしらでそろそろゴジラ来ていいと思うんですけどね。キングギドラ来ないのかな？去年もね、7周年イベントの、直前か、そのぐらいでゴジライベント来てたんですよね。だから今回もゴジライベントが来て、キングギドラ倒せみたいなのが来るんじゃないかなと思ってるんですけどね。なんか、いや、本当はね、このタイミングかなと思ったんですけど、今回まさかの5日間イベントだったからな。どうなんだろう。そろそろね、そのゴジラをね、アンロックできてない方も多分結構いらっしゃると思うんで、ね、ゴジライベント来てほしいですよね。よいしょ。7年もこのゲームやってる人いるのか、すごい。そうですね、あれ、今週上がってた DSN チャンネルさんの動画で、あれ、あの方もなんかだいぶ長かったような、5、6年プレイヤーだったような感じのことをおっしゃっていたような、本当に、本当すごいですよね。ちなみにね、私が前やってた戦争ゲームは、8年でサービス終了してたんで、7年になるとちょっとそろそろね、ドキドキしちゃうんですけど。前のね、ゲームはでも、日本限定だったんで、もう、このエボニーよりももう本当に過疎がひどくて、本当にね、知ってる人としか戦わない感じだったので、エボニーは本当すごいですよね。めちゃくちゃ人がいるのが、マジでやばいと思います。ワールドとかももう、1600くらいいってんのかな。ワールドリスト。1554だ。今もう1554まで来てるんだ。すげえ。私1186なので、もう私の後にもう400近く生まれてるんですね。すごいな。もう活発って本当かよっていう感じだけどな。上の方行ってみよう。全部活発だぞ。嘘つきじゃないか。大丈夫か？ゴーストサーバーと当たったぞ。全部活発だよ。逆にこれ活発じゃないの見つけるのが大変な気がすんな。活発じゃない。活発じゃないとこないな。ウケる。まあいいや。月見さん、マージが落ち着いてからにしてくれ。ゴジラは今度こそお迎えしたいんです。そうですね。ね、今日、ね、X でいろいろポスト上がってましたけど、いきなりね、合併サーバーのマージをするよ、しかもあさってだよみたいな、なんかそんなえぐい話がありましたよね。なんか、そんな唐突っていう、もう少し心の準備とかねさせてよっていう感じなんですけど、マージは突然に起こるんですよね。い
いやー、マージがね、まあ、私の差はさすがにまだマージはしばらく後だとは思うんですけれども、マージがあると、この階級ランキングとかがね、めちゃくちゃ変動するじゃないですか。その辺が怖いですよね。まあ、私もう10位以上はめちゃくちゃ厳しいとは思っているんですけども、これがさらに遠のくのかって思うとね、ちょっと辛いから、あの、なんかすごい過疎が増えてきて、マージが恐れられるタイミングには、このレベル10になんとか滑り込めるぐらいね、頑張って上がっときたいですね。はい、私、ちょっと前までずっと21位だったんですけどね、19位までちょっと上がりまして、はい、少しずつ少しずつ、追いついているんですけれども、もうなんか10位がな、もう、私9万 9.6M しかないのに、15M ってもうなんか 1.5 倍じゃないかっていうね、こんなん無理よな。はい。地道にやっていくしかないけれども、はい。マージっていうね、話題が出る前に、ここはなんとかクリアしたいところ。ヒカさん、またマージから外れました。あ、ヒカさんも、でもそうか、サーバーの桁数的に確かにマージ対象となりうる感じでしたね、確か。ティッシュさん、サーバー合併したら何が起こるんですか？あれですね、ガラガラポンが起こるんだと思います。私も、ぶち当たったことがないのでわからないんですけど、多分同盟とかはそのままに、あとは城とかサブシティはそのままに、新しいマップに全員集合、2つのサーバーのアクティブプレイヤーが集合するっていう形になるんだと思いますと。ただ結局、ね、どのサーバーも過疎だったり農場が多かったりとかして、合併の話があったりだとか、なんだ、キルイベント系の話があったりだとか、多分、落ち着くまでにちょっとね、時間がかかるんじゃないかなっていう感じと、あとはランキング変動ですね。この将軍ランキング、階級ランキング、個人戦力ランキング、この辺のところが、結局、残ってる方、きっと強い方たちばっかりなので、特に上の方の方たちにはとても影響がありそうな感じがしますよね。はい。大体、アクティブプレイヤーが減ったり、まあなんか、本当かどうかはわからないですけど、その課金がね、サーバー全体の課金が減ったら、マージ対象に選ばれるみたいな、そういう噂があったりしますよね。お、出たよ、ノーコフィンピラミッドレベル5。ノーコフィンじゃねえ、ノーアヌビス。アヌビスがなしだけど、コフィンがかろうじて3つあるので 31M。いやー、辛い。辛い。もうちょっと、もう一声欲しかったなーっていうね、まあ贅沢を言ってもしょうがないんで、とりあえず 50M 稼ぎましたね。やったぜ。戻ろう。ブックマークは消えるそうです。もっとなんかあるやろ。まあそうですよね。ブックマークは消えますよね。座標が、新しいところになるんで。なるほど、なるほど。確かにブックマークは消えるでしょうね。ブラックリストとかってどうなんだろう。それは別に関係ないか。ユーザーの ID が消えるわけじゃないからな。さて、バイキングチャレンジがあるので、戻ろう。さて。同盟の位置は早い者勝ちだそうです。早く場所取りしたよって書いてあります。そうなんだ。じゃあ、まあそうですよね。だからハイブとか解体されて、もう速攻で、R5 の人は、場所確保して建て始めなきゃいけないんですね。いきなり戦争じゃないですか。やばい。位置取りは大事ですからね。やっぱり、いい資源土地、いいモンスターが出やすいのは中心になってくるので、
中心は激戦区になっちゃいますからね。マジかー。うちはしばらくマージないだろうけど、マージするときは動いてないアカウントを一緒に消してほしいよな。ランキングとかチェックするの大変だから、引退した人は分かるようにしてほしいよな。さてさて、ここに帰るんだ。定位置に帰るんだ。まあ、特にね、定位置決まってるわけじゃないんですけど、最近はここがなんか空いてるので入らせてもらってます。ほい、定員。よいしょ、からのラリー参加。いや、ヒドラね、ヒドラめっちゃ参加したい。あと、今日は食料貯めてなかった気がする。貯蔵。よし。さて、続いたところで、振り返りのところ、黄金樹の報酬はね、まあ皆さん、これすぐ集まるんで、皆さん、毎日取れたのかなと思いますということで、今回はね、25がマックスですね。で、まあ、騎士の試練は、これ今日までなんでね、お気をつけください。はい、私はまあ、もう必要分は交換し終わってるんで、あとは、まあなんか順位が決まるのを待つのみっていう感じですと。で、重要なの消費還元イベントですね。今回はもう本当にね、5日間の短期決戦だったので、一番難しかったのは回復スピードアップですね。サーバー戦争とか BOC、サーバー戦争に参加してなかったら1回の BOC でやんなきゃいけなくて、私、100K 消費できてないんですよね。これどうしようかな。無駄にバイキング殴って達成し、削ろうかなと思ったんですけど、別に RSS 無駄遣いするのもなーってなって、結局、これはね、途中で、見積もりが甘かったですってやめるかもしれません。はい。で、建築スピードアップと、ノーマルスピードアップがまだ使い切れてないんですけど、建築スピードアップは 1.8M、通常のスピードアップは 5M まで消費する予定です。はい。まあ、今日1日あればね、普通に消費できるかなと思っているので、後で消費していこうかなと。あ、そういえば、PC 版もアップグレードしたら、この新しい商品にちゃんと表示が変わりましたね。スマホ版もアップグレード後にちゃんと表示されるようになりましたね。ティッシュさん、真珠スケールが420個くらいあるんですが、何かいいのありますか？真珠の交換のおすすめは、まあちょっとね、ゴジラがもしかしたら来るかもしれないなと思っているんですけれども、ゴジラがね、もし来たら期間限定なんですよ。本当に、年に2、3回しか多分チャンスがないので、もしこちらを取りたいと思ってる場合は、少し貯めてもいいかもしれないなと思いつつ、1回の期間でだいたい、まあ、1回の期間でそもそも400集まるんで、まあ別に気にしなくていいか。420あるなら十分な気がするな。刻印を解放することを前提になるんですけども、おすすめは私はセイレーンです。セイレーンは、ノーマルの能力で敵の射撃兵の攻撃力をデバフすることができて、かつ、一番上のところでね、すべての資源の生産力っていうのがあるので。ただ、
デバフはそうでもないんですけれども、キュービのキツネとライチョウもいい感じです。はい。まあ、特にね、ライチョウの方が私はいいかなと思ってるんですけど、攻撃時の射撃兵の攻撃力っていうね、非常に重要な刻印があるので、すべての資源の生産力と攻撃時の射撃兵の攻撃力。ライチョウとメちゃんは、攻撃時の射撃兵の攻撃力、すべての生産力が上がるっていう、このバフをね、持ってるので、はい、刻印バフをゲットすることを前提に、選ぶのがいいかなって私は思ってます。あ、ゴジラ更新しますよ。はい。ゴジラはね、たまに使ってる人いるんじゃないかな。私、ゴジラ何につけてたっけ？あ、デューイだ、デューイ。まあ、デューイ別に外していいから一回デューイ試すか。シャジャールはね、つけないとダメですよ。これ、あ、ケルベロスとかは、ドロップ率が高いので、行きたいので、ゴーゴー。デューイじゃない、デューイじゃない。ここはティーチ、ティーチ。ティーチとクレオパトラ。で、ここは新特上と、運許病。からの、このバイキングは、デューイでいこう。はい、このデューイの行軍が、多分、ゴジラ出たはず。ちょっと待ってくださいね。ゴー。はい、こんな感じで、ゴジラね、走ります、ちゃんと。はい、カメと一緒にゴジラが歩いてますね。はい、ゴジラが遅いのか、カメが速いのか。はい、こんな感じでね、そう、ゴジラは、歩きます。その意味では、ライチョウはがっかりですね、歩かないんで。はい。行軍がね、歩くところを使いたかったらゴジラ結構おすすめかもしれないですね。富山さん、私もつけてますが、行軍が捉えにくいです。自分が走ってる時の行軍のやつですね。あれ、私なんかあれ、オプションをつけているから、そもそも選ばないような設定にしてる気がする。ワールドワップ上に行軍ルートと他の建物と重ねるときに他の要素を優先に選択します。を選んでるから、もしかしたら選べないかもしれない。まさはるさん、こんじゃるはコメントありがとうございます。はい、ゴジラはね、エフェクトも出るので、おすすめです。はい、もうね、期間限定なので。でもね、ゴジラもしかしたら、真鍮スケールの交換じゃないかな。どうだろう。なんかね、キングギドラと、なんか専用コインだったかな。でも、途中で変わって、多分ゴジラも真鍮スケールだった気がするんですけど、なんかね、一番最初にイベントでゴジラ取れるようになった時が一番取りやすかった気がするんですよね。なんか私その時めちゃくちゃ頑張って取った覚えがありますね。それがね、ちょうど去年の冬だったはずなんだよな。バイキングアイスブレーカー来た。参加。わーい。なんか、あれアイスブレーカー2つあるぞ。よくわかんねえな。よくわかんねえから2つ参加しとこう。スルトでいいか。なんかこれは事故ってる感じがする。ちょうど1時間ぐらい経過したので、皆さんよかったら、高評価やチャンネル登録をよろしくお願いします。
で宣伝をしておきます。ほいほい。で、そう、スピードアップのね、使い道、皆さんどこにしてますかね。私は、そう、エピック属州都市をね、ありがたいことにいただくことができて、っていうのは、うちのね、同盟のめっちゃ強い方が、日本かなの属州都市を手に入れたから、このエピックの属州都市が余りますと。だから、同盟のメンバーの中でエピックを持ってない人で、くじ引きをしましょうって言って、そのくじ引き過去にも何回かあって、私は当たってなかったんですけど、今回ね、ようやく当たることができて、アラビアの属州都市エピックをもらうことができました。ということで、これをね、育てたいので、この建物のスピードアップをね、私は、ガンガン使っていこうかなと思っています。もう最初のうちはね、もうなんか、あんまり消費しないんですけど、あとはね、デフォルトの属州都市なんかね、もうレベル32なんで、まあ、スピードアップね、一気に使ってくれるんですよ。で、別に上げといて損しない。特に、デフォルトの属州都市って、失わないんで、はい、もう気兼ねなく育てられますね。はい、ここで、しっかりね、消費をすることができるので、なんか今変な消費の仕方しちゃったまあいいか。はい、端数はね、ちょっと耐えますと。っていうので、スピードアップの消費還元はね、いつも私これで発生してます。はい。まだね、資源の消費、王の対決の建設が来なかったので、この辺のね、やつにスピードアップしきれてないんですよね。この1週間で終わるようにもうすでに、かけてはいるんですけど、今週でもキルイベントの週だから、もうそもそも王の対決建設が来ない可能性あるんだよな。来てほしいな。せめて木曜日に来てほしい。明日はね、モンハンが来てほしいんですけど、はい。何が来るかにもよりますが。あ、アイスブレーカー1個なくなってる。デューイは、防衛官として忘れずにセットしておきたいので、ちょっとね、さっき幸運を出したので、戻しておきます。はい。ジョージ・デューイ。で、シャジャル。シャジャルね、いい名前してますね。よいしょ。福山さん、レイドだとゴジラ、キング、コング、ドラゴンを引き連れた行軍見られることも、確かに。そう、結構ね、行軍使ってる方多いので、よく見ますよね。月見さん、マサールさん、ありがとうございます。そうなんですよ。もうありがたいことにエピックをいただくことができて、なんか属州都市のなんか金のかけらみたいのが出たから、もう宝くじやってくれることなくなっちゃうかもなと思ってたんですけど、なんかまだやってくれました。ただね、これ実績解除するためには3つ必要なんですよ。このエピック以上の歴史都市を3個所有する。もうこれね、難しすぎますよね。はい、なんかね、あと1個も当たってほしいなと思って、今回もね、あるじゃないですか、歴史特集図書を探して、はい、このエピックに1ずつだけ1ずつだけ投票する、一番高いやつに全部1ずつだけ投票するみたいなね、ことをね、しましたね。とりあえず投票したら当たる可能性がね、ごくわずかに上がるので、はい。で、本命はこっちのロシアのレジェンドなんですけど、これも当然ライバルが多いと。エネゴリさん、防衛は赤星にすれば今回カーニバルの竹中がかなり強いみたいですが、かなりカオス。そう、竹中半兵衛はめちゃんこ強いですよね。あいつ、確かぶっ壊れだったはずですね。
はい。工場兵器の火力がボンボコ上がるやつですよね、確か。やっぱ防衛において工場兵器めちゃくちゃ大事なので、で、工場兵器ってデバフをね、すげえしやすいからこそ、火力を上げられるやつ、多分貴重で、半兵衛じゃない。なんて言うんだ、シゲチーか。シゲチーなのか。ジョジョ好きとしてはシゲチーって読んじゃうぞ。はい。竹中ね、めちゃくちゃやばいですよね。もうそもそも、工場兵器の攻力50上がっていて、この辺の、こいつか。中トン工場兵器の攻力ね、90%まで上がりますからね。で、敵の工場兵器の攻力とかも下がってとか、なんかこいつそう書かれてることやばいんですよね。はい。で、当然、限界突破のね、やつも強いんで、こいつ工場兵器めちゃくちゃ上がるからめっちゃ強いらしいですよね。出た時もなんか速攻取ってましたね。あれ、うちのサーバーの将軍ランキングでも確かね、上位にいた気がするんだよな、しげち。ちょっと待ってください。バイキング渡させてもろって。忘れちゃうからね。もう話してるとすぐ忘れちゃうから。OK。ついでにクレオパトラ号からの、そう、将軍ランキングでも、竹中は結構上位に使った人いなかったっけな。敵のサーバーか。ちょいちょい竹中見る気がするんだけど。うちのサーバーはいなかったですね。はい。竹中はね、めっちゃ強いっておすすめ。出た時になんかいろんな人がそんな評価をしてたのを覚えてます。富山さん、同盟でシェア一時預かりという方法も。なんか、そのパターン聞きますね。なんだっけ。白レベルとかめちゃくちゃ大変なやつあげるときに、全部ヨーロッパを借りてあげるみたいな話ありますよね。階級ランキング的にその1個失っちゃうとかそういう状況じゃなければね、それやれるとシェアできるといいですよね。今回羽取りを頑張りたいっていう人に日本とかロシアをね貸すみたいなとかね。ちょっと管理とかが大変かもしれないですけれども、なんかでもそういう話してるのを聞いたことがある気がしますね。富山さん、あとはアーカイブの皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。コメントありがとうございました。はい。アーカイブもありがとうございます。そう、アーカイブ見てくださる方もたくさんいらっしゃって嬉しい限りです。咳が、本当に咳が治らん。今日これでも龍角散なんかダイレクトみたいなの今日買って飲んだんですけどね、なんか絶対して効かないな。さて、何の話をしてみたっけな。はい、消費関係イベントね、これも、ほんと今日までですけど、建築スピードアップやスピードアップは、アイテムがあるのであればね、属州都市に、ぶっ込めば、いくらでも達成できると思うので、うまくね、計画的に使って、リワードをゲットしてもらうのがいいと思いますというのも、はい、今週の金曜日からね、また資源の消費還元イベントが来るので、それに向けてね、今回スパンがね、間のタイミングが短いので、資源の消費還元イベントのプラン崩壊してる方多分多いと思うんですよ。私は崩壊してます。私、10B 達成を狙うためには、生産分とかもね、計算に入れてたんですけど、これダメなので、はい、次の資源の消費還元、スピードアップと一緒に来てくんないかなって思ってます。それぐらい、10B できるかな。でもね、10B 行きたいんですよ。建設したいのがたくさんあって、大使館でしょ、集結の場でしょ、あと戦勝記念塔でしょ、
精霊の部屋。で、城壁。この辺上げたいんですよ。で、この辺を上げるとなるともう 10B 行くんですよね、多分。馬小屋もできれば上げたい。そう、T14 の兵ね、馬は作りたいんですよ。馬を作って、そう、馬を作りたいその心は、このね、ワールドボスランキングが私今42位なんですけど、T13 でね、42いくってことは、T13 で42ってことは、T14、同じ兵を T14 にアップグレードしたら、もうちょっとダメージが望めるじゃないですかっていうので、ワールドボス的に上げたいでしょ。で、宝探しイベントの盗賊のレベル10が倒せないんですよ。あれがね、悔しくて。宝探しイベントな宝探しイベント、まあ今はもう見れないですけど、そう、宝探しイベントが、レベル9しか倒せないので、レベル10倒せると、ランキング10位がギリギリ見える可能性があるんですよ。確か。あのイベント多分結構大変で、そんなにやってる人がいないのと、課金もみんなそんなしてないイベントなので、ランキング的には穴場なんですよね。だからレベル10をしっかり倒せると、ワンチャン生まれてくるので、ってなるとね、ほな T14 騎兵やないかいってなるじゃないですかっていうね。そう。だからもうこのね、兵をアップグレードしたくて、まあそもそも中継のま上げるとね、もうちょっと兵作らなきゃいけないかもしれないんですけど、だったらね、作るなら T14 として作りたいし、とかね、そういうのを考えると、ね、もう馬小屋を先にあげたいんですけどね。多分ね、もう射撃兵は、もう多分ね、年内作らないです、T14。多分無理ですね。建設の順序が、もう多分間に合わないと思います。次の次の資源消費還元イベントで、城壁上げて、その次は今度王城を上げることになると思うので、はい、もうね、王城はね、もうこれだけでレベル、レベルっていうか、資源がね、5億使うんで、もうどうしようもないですね。終了です。終了です。いやー、10B 消費ね、頑張りたいんだけど、はい、そう、ユミルとかね、めちゃくちゃ借りましたからね、先週。一応、今のストック的には、食料が 3B ぐらいあって、火が 2.5B ぐらい確かあって、まあ、石とか鉄もね、2. 点ちょいとかだった気がするんで、いや、もう全然足らないんですよね。まあ、こっからまたリワードとかがもらえるので、まあ、およそ 5B はありますと。5B はあるんですけど、10B を上げるためには、まあ、もうね、またやっぱユミルで頑張んなきゃいけないですね。ちなみに先週のユミルは、本当にクソゲーだったんですけど、100のスタミナ100以上なくなりましたと。で、空振りがめっちゃあったんですよ。はい。ちょっとね、うちのサーバーはなかなかに、あれなサーバーでして、もともとね、他の同盟の近すぎる、モンスターは狩るなとか、なんかいろいろルールあったんですけど、どんどん、ルールなくなってきちゃって、今ね、戦争状態なんですよ、モンスターハントが。はい。まず、ある同盟では、ボスファインダーっていう、まあなんか、ちょっとね、あまりよろしくないツールを使って、座標から、ボスモンスターの位置を特定していますと。で、さらに、ラリーを設定するんですけど、ラリーの時間は1分ですと。1分経ったら1000ジェムで、GO しますと。さらに、スピードアップを使いますと。で、まあ、強い人がね、そういうことをやってるみたいなんですけど、その方はなんとラリーシッターを雇って、ずっとラリーしてますと。まあ、ラリーシッターなのか、ボットを動かしてるのかちょっとよくわからないん
ですけども。っていうね、もう本当に、加速合戦、ジェム使い合戦が行われ、かつ、なのに空振りするとかね、すごいザラで起こって、まあ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 、あんまりいい環境じゃない。でもなんか、ルールをみんな守らないみたいな。みんな守らない。守ってほしいところが守らないなのかな。難しいところですね。はい。っていうね、もう本当に、モンハン戦国時代みたいになっていて、ほんとね、ユミル、今、あんま好きじゃないんですよね。アグロペ、本当に最高でした。はい。なんかもう、これもね、先週も言った気がする。本当に、先週も言った気がする、これ。はい。マサハルさん、ユミルは戦争ですもんね。モンスター系だよく出ますもんね。いや、そうなんですよ。本当にもうモンスターすぐいなくなっちゃうんで。で、そういうのが起こると、なんかまた、険悪になるじゃないですか。で、ヒートアップするじゃないですかっていうね。ほんとね、1分ラリーはちょっとやりすぎですよね。本当に張り付いてないと。だって、1分で締め切るって、その行軍で端から移動するのになんか20秒ぐらいかかったりする気がするんですけど、なんか、よっぽど張り付いてチェックしてないと全然乗れないんじゃねみたいな。最終的に3人ぐらいのラリーになってたりとかして、いやーなんかそれは破綻してんだろうっていうのをね、見ちゃいますよね。はい、せっかく同盟みんなが強くなる素晴らしいラリーというシステムなのになかなか生かされてなくて残念だなと思うことが多々最近増えてきましたね。あれまだアイテムが出てないぞ。ヒカさん、ナサニエルグリーン使ってモンスター消えると正規のスタミナが戻るって聞いたような。割引で参加したにもかかわらず増えるっていう錬金術ですか？いや、そう、ナサニエルグリーンマジで欲しいんすよね。消費スタミナ25%ダウン。ナサニエルグリーン全然出てこないから、酒場のレベル上げたら、この、採用この入れ替え祭り、更新祭りをしようと思ってるんですけど、まだ我慢してるんですけど、ナサニエルグリーンマジで欲しい。そう、こいつがいないとね、もうほんとスタミナ消費が激しくて、行軍が6つになったのは嬉しいんですけど、まあ、それだけね、消費増えてるんで、結構大変で。なかなか、同盟も強い、ボスをね、倒すようになってきて、1回のスタミナがでかいんですよね。ってなるとね、ナサニエルの効果大きいですよね。いいなぁ。いやー、その錬金術初めて聞きました。素晴らしい。本当になんのかな。そんなん出しとくだけどな。めっちゃ出すわ。ナサニエルグリーンはね、今結構最も欲しいに近い将軍です。とりあえず第2の宝箱は取っておいて、食料はいつも多いから、食料は実は余りがちだけれど、まあ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 、スピードアップはいいか。よしよし。あれ今日バイキングのやんのかな。さすがに多分まだやんない気がする。なさそうな気がする。まあいいか。
キカさん、あ、持ってないんですね。バイバルスプラスナサニエル4セットで回してます。うおー、すげえ。なんじゃそりゃ。なんじゃそりゃ。めちゃめちゃ最高セットだ。持ってないです。ナサニエルはもう、一度も見かけたことさえないので。いずれね、いずれ、将軍の殿堂1をね、せめて埋めたいとは思っているので、いずれね、ここで分回し、いやもう、今日10回ぐらい回すか。1、ジョン・ビフォードはいいのよ。2、3、4、5、6、7、8、エピックだけど、9、10、はい、はい、おしまい。出ない。いや、そう、酒場めっちゃ出ないよな、本当に。みんなどれぐらい回してるんだろう。私は、ジェムの消費還元の時はね、なるべく毎日10回は回すようにはしてるんですけども、はい、これもね、エボニーミキさんデータ知識なんで、10回ぐらい回すといいでしょうっていうのをね、もう律儀にやっているんですけど、それでもやっぱね、なかなか引けなくて、酒場レベルがまだね、33かなこうやって足らないんですかね。35にしたいところです。明太子さん、ナサニエルは一度出てくると次々出てくるようになりますね。そういうこと？アンロックシステム一回出ると出やすくなる的な私もバイバルスとナサニエル6人ずつでラリーに乗ってます。半端じゃねえ半端じゃねえ、皆さん完璧 Z。私さっき見ました。バイバルスもですね、1人しかいなくて、クレオパトラ2体でございます。バイバルス1、クレオパトラ2。はい、あとは、なんか、足、はすい、うんきょちゃん。足が速いうんきょちゃんに、ね、モンスタードロップ2倍とか、運をつけて、はい、走らせてます。展示室1メーターのナサニエルは欲しいですね。いや、ほんとそう。いや、もうナサニエルは、なんか、ナサニエルプラスバイバルス、羨ましくてしょうがないです。ハムリさん、先日最後の1人をゲットして、ナサニエル6人、バイバルス6人のラリーセットが完成しました。ジェムなくなったけど。みんなやってますね。すげえ。はい、ちょっとね、酒場を上げたら私も、回します。はい、何よりね、そう、担当官シリーズも集めたいんですよ。ワークショップの担当官もないし、集結の豊臣秀吉とかも持ってないので、はい、酒場をね、35にしたら、これもう結構分回そうかなとは思ってるんですけれども。ただね、そもそも将軍の枠もな、埋まってるから、まあ、いらないのもあるからな。どうでもいいやつも結構あるんで、どうでもいいやつ交換していかなきゃ多分ダメなんだろうな。はい、もうトミウルスとかもう絶対使わないもんね。完璧解雇する必要あるっていうレベルなんだよな。絶対使わないよな。カーブとかも絶対使わないよな。はい、ちょっとこの辺のね、取捨選択をしないといけない感じがしてますね。キカさん、ナサニエルの話はだいぶ昔に聞いて検証はしないので引いて検証してください。ああ、もう引いたらもうすぐ試しますよ。あ、ポイキングのをやってる。初参加いきます。はい。私のね、一番、ドロップ率が高いのはジョン・ビフォードさんのね、ハリケーンバードちゃんが、ドロップ率上げてくれるんで、この構成が一番ね、ドロップ率マシマシでございます。ナサニエルとかバイバルスはそんな持ってないんですけど、神徳女王を4つ持ってるのは、非常に引きが良かったなって思います。
はい、でもこれね、明太子さん書いてくださったように、神徳女王も1体出たら急に出始めたんですよ。やっぱね、あると思います。もう最初の1体だけ、もうなんか謎に出ない。もう出始めたら、なんか急にね、アンロックされるっていうね、そういう、なんていうか、あの、エボニーの裏設定がある気がしちゃいます。はい、そう、神徳女王さんはね、いるんですけど、神徳女王さんも、今まではね、4人プラス、コスタンツァーで足りてたんですけど、行軍が6部隊になったんで、神徳さんね、最低もう1体欲しいんですよね。王の対決資源採集の時に分回したいんで、ね、もうね、神徳、もう6体って言わないです。もうそんな贅沢なこと言わないで5体お願いします。5体目出てきてください。さあ、バイキングの王が、終わったら、またピラミッドに行こうと思うので、ピラミッドのチェックをしに行かなきゃなと思っていたのに、まず、はい、ブックマークしていたレベル3はやっぱり消えてますね。はい、消えてますね。そう、もうすぐね、なくなっちゃうのよ。なくなっちゃうけど、これだとね、もう寝れなくなるんで、はい、もう次はね、もうレベル3見たらもう速攻入ろう。エボニー、防衛したらエボニー乱数ってことか、絶対そうですよ。明太子さん、新徳上も同じでした。1ヶ月で数人来ました。そうなんですよ。そう、私も、そう、だからさっきのそのナサニエルの話、結構、なんていうか、それあるよなーってあるある感やっぱ感じちゃいました。新徳さん、まさにそれでしたね。新徳さんは酒場を30とかに上げた時かな。に1体出たら、急にポロポロ出るようになって、えって。今まで酒場交換、更新してたけど、やっぱ意味なかったんだな、みたいな。急に出始めて、ね、早くナサニエルも出れてほしいですね。そう、ナサニエルはね、特に、ダブルドロップ率も重要なんですけど、交換たくさん、スタミナ、枯渇勢なんで、ナサニエルが一番重要なんだよな、ぶっちゃけ。でもね、一番大事なやつほど引けないんでね。はい。頼むよ。頼むよ。あ、これバイキングの王って、なんか宝箱どんなの出るんだろう。これね、画面を更新しないと多分、出ないよね。お、あ、レアとか特大が出んじゃん。素晴らしい。わーい、わーい。取らせてもらいます。今これは取ったそう、レアと特大はね、レアの方がいいので、レア優先でね。わーい、わーい。素材箱も大じゃん。素晴らしいね。すでに拾いました。すいませんでした。スピードアップもレアなら取っとくか。よしよし。あれ、ゴールド特大取ったっけ？ゴールドもね、いくらあっても困らんですからね。はい、取ってました。じゃあ、台を取ろう。スピードアップ特大、まあ、いっか。さあ、台は取っとくか。取った？まあ、大体取っ、いや、ちょっと大シリーズも取っとこう。食料はいいや、スタミナもね、大事なんでね。さあ、まずバイキングの、あれ、バイキングの初回ピワードないのか？名声600も入る。えらい。わーい。さあ、百景気枠2つ。えらいですね。
100K、100K。なんか人気が手に入ってるぞ。素材箱か。素材箱から手に入ったのかな。まあいいでしょう。OK。じゃあまたピラミッドの旅に出よう。キミさん、ヒカさんのライフハックおもろいですね。ラサニエルさんがそんなお持ち帰りをしてるなんて。私も欲しいな。いや、ほんとですよ。ちょっとラサニエルはね、ああいうシステムブレイカーな、スキル、素晴らしいですよね。レベル1。ちなみにあと8。お、あら、アーチも近づいてきとる。776。僅差でなんとか。800いって終わりたいけれど、やれるかな。はい、残り探検回数8ということで、まあ、あんまりね、ここからもう本当に、ただひたすらね、ピラミッドを探すだけの映像になるので、咳も止まらんので、もうちょっとしたらね、今日の配信はおしまいにしようかと思いつつ、ピラミッド出てくれ。K45。殴ってくれた人のダメージ、うわー、すげえ。この人たちみんなね、T14 めっちゃ使ってんのに、こんなに怪我すんのか。いや、バイキングのやばいな。いや、ありがたい限りだ。強い方たちが出してくれて非常に助かる。私も早く T14 を出して微力ながら貢献できるようになりたいと思いつつ、多分レイド定員が埋まっちゃうので、私なんかがやっても手伝いができない気がするけれど。さてさて、だいたいこの辺とかにあったりするんだけれども、レベル3、レベル3とりあえず入るか。ここは50使った。まずここを拠点にして、周回をして、これピラミッドあるあるなんですけど、一回見たはずなのに、見逃してるとかね、見たはずの場所なのに、さっき映ってなかったじゃんみたいなのがね、あったりするんですよね。はい、レベル4見て。はい、これも出たばっかり。わーい。はい、この付近はね、ピラミッドがよく出やすいかなと思うので、回りつつ、あとは興奮スピードをね、多少使ってもいいので、もうちょい出やすい範囲の場所を、ほい、見に行こう、この辺。孔明さん、私、神徳6人、まだ5部隊、かけら2人もあります。すごい。ああ、まだ5部隊ってことは、計まだ35になってないけれどってことですね。いや、でもそれは、その神徳は完全に温めといた方がいいですね。6部隊になったら、王の対決資源最終で超活躍しますね、それ。いいなぁ、いいなぁ。そう、やっぱね、持ってる人はね、その辺の、その有料将軍をしっかり集めてますよね。
っけ、真田幸村を属州都市みんなにつけて、モンスター防御デバフをめっちゃかけるとかいう話とかもね、やっぱりやってらっしゃる方もやっぱりいたとか、いたりもするし、みんなすごいよな。幸村はね、頑張れば私もできる気はするんだけれども、このドラゴン装備が結局足らないしな。この辺はレベル1ピラミッドばっかりだな。坊一さん、うちはまだお目にかかれてないです。いやー、なかなか出ないですよ。エピックなんで、もう、ほんとね、時間をかけて、私、もう1年以上やってるのに、ナサニエルとか、引いてないんで、あとなんだっけ、顔がでかいおばちゃんも引いてないんで、なんだっけ忘れちゃった。いつも忘れんだよな。なんかね、一人だけドアップなんだよな。こいつだ。生体号。この人、なんか、ドアップすぎない？いつもいつもドアップだなって思っちゃうんだけど。ドアップなだけで顔がでかいわけじゃないはずなんだけど、日がね、他の人たちと比べて、でもこいつもちょっとなんかでかいな。でかいな。この辺のやつはでかいんだ。なんか、新しいやつ、あれまあ、こいつはまあ、そっか。なんかね、ちょっと、アップ感が、生体号だけちょっとめっちゃアップ感があってね。いやー、そう、ナサニエル・クリーンだけじゃなくてね、メインシコフも欲しいし、ね、ワークショップの王率も欲しいし、私実はマルちゃん持ってないし、とかね。欲しいのたくさんあるんですよね。あれ、秀吉は秀吉。秀吉って将軍の伝統2だっけ？秀吉って、あれ秀吉って将軍の伝統にいないんだ。あれでも酒場で出るよな、確か。名称図鑑。日本。秀吉。そうだよね。酒場から出ないやつは一時的に酒場から出ませんみたいなのが出るんで、こいつ将軍の伝道にいないんだな。で、この辺とかはね、一時的に酒場で将軍採用できませんって出るんで。秀吉やっぱ出るよな。いや、やっぱ回さないと。カムイさん、ピラミッドはブロックで出現、縦長長方形と横長長方形、もしくはひし形なので、レベルに関係なく一つ見つけたら、それがブロックのどの位置にいるかを把握すると見つけやすいです。なるほど、そう、塊で出ますよね。なので、私もだいたいこう、周りを見るんですけど、縦長ブロック、横長ブロックみたいな、意識したことなかったです。もうひたすら、円でぐるぐる回してました。なるほど。そう、ピラミッドは、たまにホット手で飛んで出るときもありますけど、大体塊で出ますよね。そう、だからレベル4が今あったんでね、レベル5もなんか近くにないかなと思ったのですが、どっちみち次、この方向を見ようと思ったらレベル1。レベル1。いや、皆さんどのぐらいピラミッドを頑張ってるんですかね。毎週めっちゃ、すごい方がいて、レベル5どうやって見つけてるんだろう。もうなんか、すごい疲れちゃうのと睡眠時間がなくなるから、ピラミッドは基本5億修了生なので、今久しぶりに頑張ってますね。なんか、去
年とかね、なるべく毎回結構頑張ってたんですけど、なんだっけな、ある時、レベルじゃない、5位、4位、5位あたりにいたんだけれども、なんか最終日とかにめちゃくちゃポイント伸ばされて負けて、もうそっからもうやめようって諦めちゃいましたね。なんか、この人加速した。これピラミッド見つけた動きだな。私見逃したか。レベル3ね。レベル3は別にいいや。人の行軍見えてドキッてしますよね。ピラミッドやってると。あれこっち方面見たはずなのに行軍走ってる。私見逃したのかみたいな。それがね、レベル3なら別にそんなになんとも思わないんですけど、レベル5とか4だとね、ちょっとへこみますよね。レベル1。さあ、これ以上遠くはあんまり行軍スピード使いたくないからもう無視でいいかな。そう、本当はね、多分こういうのも丁寧に丁寧に、秒が範囲ずつ動かすっていうのがね、いいと思うんですけど、はい、私適当な性格をしているので、ざっくりやってます。マサールさん、最近は上位はボットを使ってるばかりになっちゃいましたね。いや、そうなんですよね。もちろんそうじゃない人もいるだろうけど、いや、そういう人絶対いるよなって思うと、なんか、もう真面目に頑張る気が失せちゃうなっていう。そうですね、私が頑張らなくなったのは、ボットの話を聞いてからですかね。ボットとか、座標をね、見つけるツール、話が出てからですかね。はい、もうなんか、そう、あの辺の話はね、本当に、ゲームゲームが破壊されてるので、運営も頑張って対処してほしいなと思いつつとはいえね、例えば同盟内で座標を共有してくれた人がいたらね、ありがたいって思うだろうし、難しいですね。星の子ホワイティさん、こんばんは。サブアカウントに関する意見を聞かせてください。サブアカウントはいた方がいいのか、何アカウントいると楽なのか、どこまで育てるべきかなどと。ですね、ちょっとそこは申し訳ないんですけど、私サブアカを持ってないので、その件にはね、私ね、回答ができないってなっちゃうんですけれども、一応サブアカなくても今のところ K35 までは頑張れてますというところだけは回答できますと。で、やっぱりね、農場アカウントはやっぱ強い人はやっぱり1、2個持ってますね。K38 から K39 にするのに資源が何十 B って必要だみたいな、なんかそういう話とかを聞いたりすると、やっぱりその1アカウントで頑張れるレベル超えてるよねっていうのはまあ思わなくもないので、はい、なんか大量にあればいいとは思わないものの、まあなんか1、2個持ってるっていう方が結構いらっしゃるなっていう印象はありますかね。はい。で、結局、複数アカウントあった方が、軍隊の招集とか王の花道の最後のクエストの敵兵を10万人倒すみたいなやつ、クリア難しいじゃないですか。はい。っていうのがあった。なんかレベル4あったぞ、これ。これ、違うな。これ私が見た頃にはもう進んでるな、多分。じゃあ、いいや。はい。っていうので、なんというか、ちょっと回答は、私はやってないのでわからないけれども、はい。なんか大量にやってもしょうがないかなとは思いますね。でもなんだっけ、タワーカー作るときには貯蔵庫をあんまり上げすぎない方がいいとか、取るのが難しくなるとかね、なんかいろいろありますよね。でも結局サブアカも、単なる生産施設じゃなくて、
そこでリワードを獲得して、そのリワードを引き出して、で、それを食わせるとかやんなきゃいけないから、サバーカムも基本的には操作すべきだと思うんですよね。っていう、その操作をすることを考える、ちゃんとラリーとかに乗せるとかを考えると、まあ、一人で、ね、5、6個持つっていうのはあまり現実的じゃないんかなって私は思っちゃいますね。まあなんか、エミュレーターとか使ってね、一気にやるとかも、そういう話を聞いたことはあるんですけれども、なんか、そこまで行くと仕事になっちゃうんで、あの、私は楽しめなそうだなって思っちゃうんではい、やれる範囲じゃないですかね。サーバーかなんかさ、依頼持ってるんだろう。いや、他のサーバーで見たときに、なんか同じような名前のアカウントがあれいくつだっけな、なんかもう15個くらい並んでんの見て、あれ絶対サバカ同盟だったんですよ。なんか、あの、PC とかで、一気にエミュレートで同時操作するとかをやってる人とかだったら、もう一気に何十個って持ってる人もいるんじゃないかなって思いますね。でもどちらかというとそうまでしないと強くなれない、資源設定がエボニーがエグすぎるなって思いますよね。スピードアップの緩和ってだいぶ進んだと思うので、リソースの緩和をね、すごいもうちょっと、推し進めてほしいです、エボニーさんには。4N5KTR さん、こんばんは、コメントありがとうございます。僕はサブ1で K30で輸送手数料15%。あ、そうか、輸送手数料みたいなのもあるんですね。なんか私、キックして焼いて回収するのばっかり考えてましたけど、そうか。そもそも送付ができますよね。私もその辺使うことないだろうなと思って、研究一切進めてないですね。この辺ですね。同盟メンバーに送れるようになりますっていう、この辺を上げとく感じなんですかね。はい、同盟のやつもね、援軍系もそろそろ上げないとなと思いつつ、そもそも自分のバフでバフを上げたくて、めちゃくちゃ後回しになってんだよな。ただ研究も結局、めちゃくちゃやってたんですけど、賢者の石がもう足らなくなってきたんで、アメリカからアラビアに戻しちゃいましたね。研究フィーバータイムは終了しました。今はもう名声フィーバータイム、名声と君主エキスポフィーバータイムで、一応今のペースだと、来月までには、君主レベル37になる予定で、そんなんじゃ遅いので、来週かな、来週の後半、SVS 前に37にしたいなっていう感じでね、今ね、やってますね。ヒカさん、同感でサブアカたくさん持ったようにボット批判は首をかしげてしまいます。そうなんですよね。なんていうか、多分ね、両方とも番対象なんですよ。規約的には。レベル3で 4.7M だ。わーい、やったー。両方とも、非常にグレー。まあ、特にね、ボットの方が、黒に近いグレー。グレーじゃないな、ボットはまあ、黒だと思いますが、そう、サバカモはね、結局あれなんで、ね、あんまり乱用してるとね、最近もよくバンされてる話を聞くので、はい、なんか他の同盟でね、めちゃくちゃサバカ使ってて、運営に注意された挙句バンされて亡くなっちゃったっていう話を聞きましたが、はい、盛大にやらかしたらそれは目をつけられるでしょうという感じでもあったので、まあね、やれる範囲でやれる範囲でやってくださいという感じですよね。
マサールさん、今日 AC チャットに大量サブアカみたいな座標共有されてました。いやー、もうあんまり住むとね、末期になっちゃうから、もう本当に、本当にほどほどにやってほしいなって思います。そう。そう、ピラミッド頑張んなくなったのは本当にそれだからな。もう早く5億エンドで、もうなんかもういい、レベル5とか別こだわる必要ないや、もう3と4で終わらせようって、もうある時期からなっちゃったからな。吉田さん、エボニーの利用規約に複数アカウントについて記憶があったような。4L5KTR さん、手数料は大使館です。あ、そうか、大使館だ。気にしたことなかった。大使館はね、私、毎度マックスにしてるんで、これ15ってパーセントなのか。パーセントえぐくない？ 15% 戻ってかれるんですか、これって。そう、これね、輸送多分したことがなくて、考えたことなかったんですけど、まあでもそうか、パーセントか。えぐいですね。大使館は、単純に、このお助けって私は重要だと思ってるんで、お助けのためと、あと援軍ね。援軍をたくさん入れていただきたいので、広げてますね。というよりも、援軍たくさん入れてほしいというか、援軍を入れてもらうときに、なんというか、援軍を送る側もね、援軍枠が少ないと、俺しか入ってないじゃんとか、あんまり入れないじゃんってなると不安になるじゃないですか。援軍を安心して入れてもらえるためにも、援軍は常に最大にしようと思っていて、なのにね、また34なんですよ。35できなくて、資源足んなくて。はい、市場は35にしてるので、次ね、大使館35にする予定でございます。はい、もうね、ちょっとね、大使館は間に合わなかった。前回はできなかった。本当に、もう資源の消費が激しすぎる。はい、利用規約については、どんなゲームも基本的に書いてありますね、多分。まあ、エボニーとか、複数サーバーがあるゲームなので、なんていうか、完全な白黒って多分つかないんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、ちゃんと読んだわけじゃないんですけど、はい。まあ、大体は書いてあるかなって思うので、まあ、利用規約の範囲内とか、なんていうか、公正に反論ができる範囲でね、やらないと、いきなりなくなる可能性があるのをお気をつけくださいって感じになっちゃいますよね。レベル2、レベル3、せめてレベル3。せめてレベル3だけども、次の場所に行こう。アニさん、私のサーバーにはボット同盟があります。彼らがモンスターを買った後は、マップが見えなくなるぐらいしね。ねえ、よくありますよね。はい、ボットのボットの話を聞くとね、なんだっけ、富豪の方が執事にやらせてましたっていう話はね、ちょっと可愛いなって思いますよね。以前、どっかの同盟、どっかのサーバーの方が、そう、もう、石油王の方が執事とか、の方にプレイをさせて、もう代わりに動かせさせてたとか、ラリーに乗らせてたとかいう話を聞いたんですけど、もうね、それは可愛いなって思っちゃいますね。私はスマホ2台とタブレット1台でプレイしてますが、すごくめんどくさいです。でもほったらかしにはできず、とても小さな同盟なので、もはや砂漠がないと何もできません。そう、2つ使うの単純に大変ですよね。そう、前のゲームの時も複数使ってた方がいらっしゃったんですけど、もう本当に器用だなって思っちゃうな。それをやれるのがすごい。もう私はもう1個で精一杯ですよ。ただ、そうですね、小さい同盟にいるとっていうのはやっぱ難しいとこですね。私はですね、リワード至上主義
なので、移籍をして大きい同盟に入ったりとかをしてる人なので、なんか本当にニッチもサッチもいかないとか、全然ラリーが少ないとかだったら、大きい同盟に移動されるのをおすすめしちゃうなっていう感じがしますね。はい。私の優先順位は、戦場の時間が合うこと、で、ラリーがたくさんあって、ボスラリーがたくさんあって、リワードを回収できる期待値が高いことですかね。この2つが重要で、最悪、戦場については、朝4時起きとかも前してたんで、無理じゃないんですけど、できればね、できれば10時、22時開始、24時開始の同盟がね、嬉しいですよね。無課金サブアカなしで、頑張ろうと思うと、平常時のリワードがそれなりにないと、やっぱり結構、立ち行かないので、同盟のね、この同盟研究、ここもね、結構重要なんですよね。このバフ、バカにできないんで、このバフをね、考えると、やっぱり小さい同盟だとなかなか、例えばお助けが回数が足らなくて、王の花道クリアできないとかもね、結構問題になったりとかすると思うんですよね。なかなかそういうのが難しいんで、私、海外勢がいても、特に気にせずと、今はね、日本同盟で非常にコミュニケーションがしやすくて助かってるんですけども、前、海外同盟にずっといたので、それはそれでね、なんかアクティブにプレイしてたら、そんな悪い扱いは受けないんで、なんかそこでやってましたかね。さてさて。気づいたら、12時になってしまいましたということで、レベル3は見つけたんだけど、あそこじゃないとこで見つけたいんだよな。はい、こんな感じでですね、今は、配信をしているので、喋りながらやってましたが、昨日はね、もう本当に、もう黙々とピラミッドを見ながら、進撃の巨人のラストシーズンがアマプラで始まったぜっていうので、アマプラをね、流しながら、アマプラで進撃の巨人を見つつ、呪術廻戦、漫画勢だったんだけど、アニメも見てみようと思ったら、アニメもいいなと思いながら、でもね、ピラミッドで、目はね、ピラミッドだから、ほぼラジオのようにアニメを見るみたいなね、ことを、していましたね。はい。もう昨日もずっとこれでね、もう4時間以上黙々と探してね、レベル5、今日レベル5ね、2つ見つかったんで幸せです。はい、もう本当に昨日は苦痛でしたね。いや、もう今日もこの苦痛はもう終わらせよう。残り回数6。はい、適当にレベル3を入って、おしまいにしようかなと思います。はい、あまりやってると遅くなっちゃうというか、もうすでに遅い時間なのと、明日、早起きをしなければいけないので、今日の配信はすごく、なんか中途半端な感じだったんですけども、こんなところで終わりにしようかなと思いますと、はい、今日はなんかあれですね、サブアカやボット話が結構話題になりましたが、なかなかね、皆さん、なんていうか、それぞれ事情があるだろうから、なんかあんまり言及するのは難しいと思いつつ、そのね、知り合いがやってたりするんで、なんて表現するかな、もう難しいところではあるのですが、運営にね、バンされる覚悟を持ちながらやる分にはまあいいんじゃないかなと。ただ、ユミルのラリーだけはもう少しどうにかしてほしいなとは思いますぐらいですかね。このピラミッド 4.1M ひどくない？やばい。何これ？頼むってコフィン。せめてコフィン出てくれよ。はい、もういいや。
はい、そんなところでね、よく、まあ、なかなかね、話題にしづらいところだったと思うので、たまになんかそういう話をできたのもちょっと貴重だったなと思います。ホショルマンさん、配信終盤にコンジャルは木曜日にサーバー740と合併です。ジャルさんは合併まだないですか？おおホショルモンさんも合併サーバーなんですね。ですね、私のサーバーはいわゆる輝きの星、なんかそういえばシャノンの名前がなんか変わりましたね。アウステルリッツの戦い。はい、私は輝きの星っていうサーバーに位置していて、比較的新しいんですよね。なので、私のサーバーはまだ合併は多分しばらくない気がします。噂ではかそってきたとか、課金が少なくなってきたサーバーが合併されるみたいな話を聞いたような気がするんですけれども、はい、まだ私1186だったと思うんですけど、1186サーバーでは合併の雰囲気はないですね。多分しばらくはないかなと思います。あれ、自分のサーバーって、ここで見ればいいんだ。1186ですね。はい。こんな感じです。カムイさん、今日も楽しかったです。お疲れ様でした。ありがとうございます。4N5KTR さん、韓国サブシティ5韓国にして食料だと新特ドラゴン装備プラスしますね。レベル16資源値を4時間で 26M 最終できます。ぶっ壊れそうか、韓国サブシティだと追加資源量アップですもんね。なるほど。強い資源採集のランキング上位はそういうやり方してんだな。なるほどね。そう、島津も偉いからな。島津1しかアンロックじゃないけど、2つ出したいってことなんだよな。まあまあ。ほいほい。やばいやばいやばい。終わんなくなっちゃう。はい。おしょるもんさん、私のサーバーまだ合併ないです。合併ね。環境変わると思うけど、頑張ってください。他にもなんか合併するみたいな話をね、いろいろ X で見かけたんですけれども、はい、皆さん、激動だと思います。しかも今週中に合併とかね、ひどすぎるなと思いつつ。よいしょよいしょ。ほい、最後に、スケジュールを出してね、終了しようかなと思います。ということで、はい、今日までですね、火曜日の、次の水曜日のリセットタイミングまでは、長期イベントですということで、ピラミッドとかね、縁起物のこの手紙のやつね、今日までなんで、忘れず取りこぼさないようにしましょうとか、各リワードね、取り忘れがないように気をつけてください。で、水曜、木曜の2日間で宝探しイベントとかが来ると思います。こちらもね、いつもより期間が短くて、ちょっとしんどいかなと思います。モンハンと被った、サーバーとかはね、ラッキーですかね。頑張って、ここもできる限りね、リワードゲットできるといいのかなというところ。あとは、今週はパーンですというのと、なんか私、間違えてサーバーセンスをつけちゃってる。今週はキルイベントの週ですね。ということで、そう、ユミルとかになっちゃって、すいません、間違えてるので、X でポストするときには修正したハンデ出そうと思います。気づいてよかった。はい、そんなところで、今週の、ボニー配信はこんなところで終了したいかなと思います。またね、来週も同様の時間帯でやれたらなと思ってますので、よかったらご覧いただけたらと思います。最後に、チャンネル登録や高評価をして次週をお待ちいただければ幸いです。それでは今週もおつじゃる様でした。たくさんのコメントありがとうございました。また来週お会いしましょう。さようなら。